綺麗な服着るよりも、ユニクロで買った服で、姿勢よく歩いてる方が何倍も美しいっていうのが分かってるので、はい、こんにちは。こんにちは。美人美男子は得か？得に決まってんじゃん。得に決まってますか？得に決まってるわよ。だって美人美男子は性格もいいし。デメリットをあえて挙げるんだったら、自分は美人美男子であるデメリットは、やっぱり見た目がいいと人が集まってくるんですよ。なのでそこで、この自分の内面を磨く機会に気づきにくいかなみたいなデメリット、そういうのはないですか？ないですね。そういう人は、可愛い可愛い、かっこいいかっこいいで言われて育ってるから、自分の可能性をすごく信じてるんで、大体皆さんね、何かに特化してます。で、性格も安定してて、人を信頼できないとか、信じられないとかいう子も少ないし、安心して自分の何かに落ち込んでる方が多いので、すっからかんな美男美女っていうのは見たことないですね。まあもちろん探せば例外はいるけれども、確率的には美人美男子とその内面の優れてる人は比例していると。比例してます。あ、この人綺麗だな、この人かっこいいなと思う人って大体もうみんな、なんかオーラもすごいし。まあじゃあやっぱり美人美男子はそこは多分まあそうなるだろうなと思ったんですけど、なので問題は、じゃあそれをどこまで突き詰めるべきか。女性だったらお化粧して、まあもともと美人だった人はもっと美人に見せようと努力するだろうし、まあ男も別にお化粧っていうのは別にあってもいいと思うし、まああと整形ですね。あと服装、身だしなみ、あとは自分なんか歯並びが悪いんで、歯列矯正とか、どこまでがその目指すべき範囲ですか？それは個人によって違うんじゃないですか？やっぱりよくあるのがさ、気になるところを直していくと気になるところって永遠に増えていくじゃないですか。それは直すべきところが違くないですか？ここも嫌だ、あれも嫌だ、あら探ししてるわけですよね。それはもう心の問題じゃないですか。あと一方でほらさ、芸能人なんかよくさ、変えちゃったの？前の方がずっと可愛かったのに、みたいな人も。刃を歯列矯正しちゃうとかいうのもいるよね。だからやっぱり見た目の大事さは分かりつつも、そこはマインドセットの問題じゃないみたいなとこもあるじゃないですか。だからその見た目の、まあ一般的に、まあ今言った刃なんかも、刃が可愛いとか自分の個性で最高に自分を生かしてくれるところだって捉えれば、変える必要なんかなかったのにとか、そういうのもあるじゃないですか。まあ自分なんか目が細いんで、中学校時代はパッチリした二重に、多少はそういう時期もありましたね。みたいなところもあるじゃないですか。そこはもう自分の満足するところまで行っちゃっていいってところですか？いいんじゃないんですか？だけども、それが行き過ぎてるっていうのはもう完全に自分の心の問題なので、まず直すべきは自分の心だっていうのに気づかなければそのサイクルは止められないでしょ。じゃあ、どこからがさ、それのさ、自分の心の問題になるんですか？例えば自分が歯列矯正しました。歯並び良くなりました。どうですか？ここで。だってそれだって言えるじゃないですか。歯並びが悪いのがあなたの個性だったのに。っていうことも言えるじゃない。歯は200歳まで生きるんだから大事だから、虫歯とか歯肉炎とかだけじゃなくて歯並びが悪いっていうだけで噛み合わせで入れ歯になっちゃうって聞いたから、歯はいいと思う。ただやりすぎるっていうのが、例えば脂肪吸引をするとか、お尻のお肉をおっぱいに持っていくとか、乳がんとかで取ったんじゃなくてね、なんかそういうのとかをやるとか、でもまあそれもどうなんだろうな。本人がやりたいんだからいいのかな。わからないですね。じゃあ例えば、リサちゃんが、この前シミ取りしましたよね。次は何ですか？お金がいくらでもあったら、次何したいか？痛みもないし、時間もかかんないし。いや、何もしたくない。でもまあ、じゃあ家庭の話でどういうのがあります？じゃあ例えば今私最近5キロぐらい太っちゃったんで、脂肪吸引をしたいとかっていうことです。まあじゃあ脂肪吸引したい。そうですね。だから自分のね、引っかかりこの辺から始まるんですよ。そうですね。自分で運動する方が何倍も時間もコストも安く解決できるものに対して、お金で不自然に解決しようとしているところあたりに自分はちょっと抵抗を感じるので、多分その辺じゃないかなと。だから服装とかも自分は結構、大学の時に結構いろんな服、原宿とか巡ったりして、でもやっぱり最近はもう綺麗な服着るよりもユニクロで買った服で姿勢よく歩いてる方が何倍も美しいっていうのが分かってるので、服とかいろんな服買い替えてる人がいるんだったら、まずは姿勢を直せって言いたいみたいなところなので、自分のエネルギーを注げば解決するところを、それをしないでお金を払って不自然に直して解決しようとしているところに自分は抵抗感あるのかなと。
じゃあ、エネルギーを使えない、例えば顎を削るとか、そういうのはどうですか？まあだからさっきの歯の例とかって明らかに健康と関連してるから治すのは理解できるって言われた時も自分もその次はその先だろうなと思って、例えば自分のこの目が垂れてくるのを治したいですねみたいな、これは全く治したところで健康が良くなるわけでもない。さっきみたいに姿勢を直せば良くなるとかいう問題でもない。顎のラインを整えるとかも、実際にそれを直したところで自分の望んでる姿に見られるかどうかって、結局その人が自信を持って人と向き合ってるかどうかでしかないと思っていて、で、顎を直すこと自体は、そこにコンプレックスを持ってる自分をなくしたいから直すんだろうなということを考えると、肯定してあげたいんだが、であればマインドセットを直せば肯定できそうな気もするんですよね。すごい痛いって言うしね。そう。まあでもそこは、全然やりたいって言われたら、やってくださいって感じ。ちょっとコストがどれくらいかかるのかわかりませんけど。まあ、うん百万とかだと思うけど、うん十万かうん百万か。その辺は、本人の気持ち次第かなと思いますね。美咲が明日あたりちょっとこの辺整形したいんですけど、って言った人はどうしますか？どこを直したいのか聞いて、で、なぜ直したいのか聞いて、それからかな。でもあの子はそれにはならないよ。さすがに今言われてもね、って感じじゃないですか。もうちょっと顔が固まってから言うんだったらともかくさ、これからどういう顔になるのかわかんない。でも、大学生とかなったら、そういうのあるんじゃないですか？あるかもね。やっぱり大学生、高校生ってやっぱりより見た目で判断されやすい時期じゃないですか。見た目以外のだって差別化がほとんどできないですもん、頭も同じぐらいだしね。スポーツも大体同じようなもんだしね。でもどうなんだろうな。どうしますか？やりたいって言われたら？だからもうその内容にもよりますけど。内容にもよりますね。あとはちょっとそこでかかるコストを、自分で稼いだ上で相談してきたら、そこまで言うんだったら、みたいな感じかな。完全否定では全然ないですけどね。あとは、ピアスめっちゃ開けたいとかね。それもあるよね。見た目的にはね、よくある。日本だったらピアス、ミニピアス、ベロピアス、二股ベロとか、あとタトゥーとか。おへそとか。どこまで開けるかは、どこまでやるか。個性の表現になってきましたね、タトゥーに話してた。じゃあそんな感じで。そんな感じです。皆さんのご意見、こっちもお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。美人特権だから、こういう感じよ。こういう感じですか。こういう。